はい、皆さんこんにちは。坊主でございます。セカンドチャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。今日なんですけれども、ちょっと断酒のレポートはお休みして、断酒についてタイトルにあるポルノを立とうと思います。そのきっかけについてもお話しできればと思いますので、どうぞお付き合いください。このチャンネルを見られている方だと、もしかしたら、とうとう来たかと思っている方もいらっしゃると思うんですけども、現代社会で蔓延している中毒の一つといえば、お酒、薬物、SNS、ポルノも入るのかなと思うんですけども、あまりにも簡単に手に入るようになって、いわゆる人間の脳で発生する興奮物質ドーパミンをドバドバ出す、しかもエンドレスに出す、その材料が無限にインターネットに転がっているということで、わりかし問題視されているものの一つではあると思うんですけども、今回はばっくりとですけども、私がちょっとこれはやらんといかんなと思った理由をお伝えしたいと思います。まず一つが、いろいろとこれ諸説あるんですけども、ドーパミンという脳の興奮物質を得る欲求がもともと根底にあって、例えば何か美味しいものを食べるのにもドーパミン出ますし、何かを達成するにもドーパミンが出るし、その脳でこれぐらいのドーパミンが出ていい気分になるなっていう期待値を含めて私たちいろいろアクションを起こしているわけなんですけれども、通常の人間生活においてはドーパミンが出るっていう期待値からグーンって上がって、実際に達成したらそれが緩やかに下がっていくんですけども、例えばポルノだとか、例えばソーシャルメディアもそうですけども、永遠に見られるように設計されているので、上がる、ちょっと下がる、でまた別のものをクリックする、また上がるって言って、どんどんドーパミンの放出量が増えていって、でそれで脳に何が起きるかっていうと、これ諸説あるんですけども、ドーパミンレセプターっていうドーパミンの受容体、通常のドーパミンの受容体が許容できるドーパミンの量っていうのがあるらしいんですけど、あまりにもそのドーパミンが大量に放出されると、脳が自動で受容する分を調節するらしくて、どんどん少なくなっていくらしいんですね。一つのドーパミン受容体が受容できるドーパミンが減っていくらしいので、いろいろこれ諸説あるんですけども、これを続けていくと何が起きるかと言いますと、徐々にドーパミンの過剰物質によってドーパミンの受容体の容量が狭くなっていくイコール、通常の社会生活のアクティビティで出る、例えば何かを実際に体験して出るドーパミン、何かを努力して達成して得るドーパミンだとか、あと誰かと一緒に実際にいる時に得られるドーパミンだとかでは満足できない状態に陥るらしくて、受容体が許容するドーパミンが低くなった状態で満足するには、いわゆるポルノだとかソーシャルメディアだとかに戻って、その分の時間を費やしてクリックでどんどんドーパミンを出して、なんとか自分の脳がドーパミンを感じれる量まで大量放出させるっていう、いわゆるちょっとこの負のサイクルといいますか、通常の生活で出るドーパミンでは満足できなくなる。でかつどんどんそれがエスカレートしていくと、さらにドーパミンの受容体が狭まって、もしかしたらドーパミンをより得られるもっと過激なものだとか、もっと、長時間見たりだとか、これでどんどんその人の一日の時間も食われるし、かつその人の日常生活もそれを得るために行動するようになって、他のアクティビティがおろそかになってしまうっていう、結構負の連鎖があって、それを見て、これはいかんと私も見てしまうので、ちょっと極端かもしれないですけども、無料で大量のポルノが見られるこの現代社会で、それにハマってしまうと、実際の日常生活で得られるいわゆる日々の張りを生み出すアクティビティへのモチベーションが下がってしまう。で実際の行動量が減ってしまうなと思って、ちょっとこれはまずいと、せっかくお酒もやめたし、お酒による大量のドーパミン摂取も減ってると思うので、ちょっとこれをきっかけに、ついでにちょっとポルノも立って、果たしてこれがどうなるかっていうのをちょっと実験がてらやってみようと思います。今回ポルノを断つことでちょっと期待しているのが、この10年間で急速に広がったいわゆる脳に快楽を与えるデバイスといいますか、システムといいますか、お酒は昔からありますけども、お酒、ポルノ、ソーシャルメディア、脳の興奮物質を受け入れる状態がどんどん鈍感になっていっていると私は感じているので、このお酒を断つことによって、プラスこのポルノを断つことによって、人間の昔の状態に戻りたいなと思っていて、英語で言うとちょっとプリミティブな感じ、近づけたらなと思ってちょっと期待してこれをやってみようと思うんですけれども、プリミティブっていうワードなんですけども、私を長く知る
ある飲み友の人がいるんですけど、その人と先日、私は飲んでないんですけど、飲みの場に行った時に、ミニマリスト時代からこの人、私のことを知ってるんですけども、なんか最近ミニマリストを経て、例えば狩猟だとか、こういうお酒を断つだとか、で、私その時にちょっともうポルノも断とうかなみたいなこと言ってたんですけど、いわゆる原始的な感じに寄ってってるねっていうキーワードを聞いて、なるほどなるほど、分かりやすいと思って、この昨今のいろんな誘惑だとか興奮物質がまみれる中でエンドレスに消費できる、社会の中で少し本来の人間の感じ方だとか人もしくはこともしくは物に対する思いだとかっていうのをもう少しちょっとプリミティブに寄せていきたいなと思って酒立ちに続いてちょっとポロ立ちにもしてみようかなと思って発表した次第であります。今回も宣言して正直に見たら言います。おそらくお酒より飲んじゃいましたっていうより見ちゃいましたって言った方が多分恥ずかしいのでより強固な宣言になると思いますので今ここで宣言させていただきます。で余談なんですけども改めて YouTube を再開してよかったなと思っていてやっぱりこうやってメインチャンネルでもサブチャンネルでも発信することによって自分の中で考えてきたことを発信して形にすることによって頭の中はまた別のことを考えてでまた何話そうかなっていうのを考えることができるのでメインチャンネルを再開することを快く受け入れてくれた和田君にも改めて感謝したいですしこのメインチャンネルからつながって断酒してみようかな断酒するんだったら宣言してみようかなだったら自分の考えをまとめるサブチャン作ってもいいかなっていうこういうきっかけになったので本当に、ありがたく思っております。見てくださってる方も本当にありがとうございます。私のためでもあるんですけども私がこう発信してて何かこう見てる方が何かしらを投影して何かを始めるもしくは何かをやめるもしくは何でもいいから何かのきっかけになるような刺激になればと願っております。刺激っていうのも緩やかな刺激というかこうやってこうコネクションしてる時の緩やかな刺激でほんのりドーパミンが出てでほんのりこうきっかけになってそのきっかけで、新たなアクションにつながるような動画になれていればと思います。はい、では今回は1トピックだけでしたが、ポルノ立ちの話でございました。もし見たら正直に言います。恥ずかしくても言います。それでなぜ見たのかも言いますのでおそらく、それはちょっと恥ずかしいので見ないと思います。でおそらく断酒レポよりは、間隔を空けてレポートするかもしれません。なので気長に、お待ちくださいませ。はい、では今回の動画は以上になります。今回もご視聴くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。